どうもこんにちは。さて、今日はですね、ボードゲームの世界でも特に異彩を放つある一つの駒についてじっくりと掘り下げていきたいと思います。そう、それは驚きとリスク、そしてなんとも日本的な哲学をその身に宿したそんな駒の話です。将棋っていうとパワフルな飛車とかどっしり構えた金将銀将が主役って感じがしますよね。でもその盤上には一駒だけ全く違うルールの下で違う次元で動いているやつがいるんです。そう、それがこの桂馬。前へ前へと飛ぶことしかできない。でもその不器用さこそが何もない空間から一気に混沌を生み出す力になる。まさに盤上のトリックスター。さあ、この不思議な駒の正体に迫っていきましょう。桂馬を本当に理解するためにはちょっと時間を遡らないといけません。そのルーツである古代インドからどういう旅を経てチェスのナイトとか他のゲームの馬とは全くの別物になったのか、その片道切符の物語を見ていきましょう。まずこの桂馬っていう名前自体がもう面白いですよね。将棋の駒って単なる兵隊じゃなくて一つ一つが宝物だったんです。で、この桂っていうのは当時すっごく貴重だった香辛料シナモンのこと。つまり桂馬はただの騎兵じゃなくてそれくらい価値のある高貴な宝だったというわけなんですね。馬の駒っていうアイデアはこうして世界中に広がっていくわけですけど、それぞれ独自の進化を遂げます。特に日本の変化はもう劇的としか言いようがない。これは単なるルールの変更じゃなくて戦略の根本にある思想がガラッと変わったことを示しているんです。ここにその思想の違いがはっきり出てますよね。チェスのナイトは8方向に動けて引くこともできる。柔軟性と生存能力が大事にされてる。一方、将棋の桂馬はその後退する自由を完全にして去った。その代償として手に入れたのがどんな守りも無視して飛び越えられる絶対的な突破力だったわけです。この表を見るともう一目瞭然ですよね。桂馬のアイデンティティがいかにユニークか。後ろに下がれない唯一の馬。だけどそのジャンプは誰にも何にも止められない。他の駒を飛び越せる能力は絶対的なものなんです。さて、ここからはこの独特すぎる動きが盤上でどれだけ奇妙で、そしてデードリー、つまり致命的な幾何学模様を描き出すのか、その核心に迫っていきたいと思います。桂馬はまさにパラドックスの塊なんですよ。遠くの敵をピンポイントで狙撃する外科手術のメスみたいな切れ味がある一方で、すぐ隣の敵には全く手が出せない。特にこの真上のマス、通称桂頭ですね。ここは桂馬にとって攻撃も防御もできない構造的な、アキレス腱みたいな場所なんです。この独特な Y 字の利きを最大限に生かした必殺技があります。それが日本の伝統的な下着から名前がついたふんどしのかつら。いやー、すごいネーミングセンスですよね。でもこの一発で相手はもうどうしようもない絶望的な二者択一を迫られることになる。桂馬の代名詞的な手筋です。決まるまでの流れは非常に美しくて3ステップ。まず敵の価値の高い駒がうまい具合に並んでいる場所を見つけ出す。次にそこをピンポイントで狙える位置に桂馬を跳ねるか持ち駒から打つ。これでもうチェックメイト。相手はどちらか一方しか助けられない。鉄壁の守りもこの一撃でガラガラと崩れ去る可能性があるんです。じゃあ、こんなにもトリッキーで扱いが難しい駒を将棋の達人たちは一体どうやって使いこなしているんでしょうか。はっきり言って、この桂馬の使い方はその人の本当の実力を測るバロメーターみたいなものなんです。将棋には有名な格言がありますよね。桂馬のかかとび、歩の餌食。これは初心者に向けた警告です。焦って桂馬をぴょんぴょん飛ばせると、あっという間に歩に取られてただの餌食になっちゃうよと。つまり、桂馬の力を 100% 引き出すには、完璧なタイミングの見極めが何よりも重要だということです。そして何より重要なのが、桂馬の役割はゲームの局面が進むにつれて、カメレオンみたいに劇的に変わっていくという点です。序盤では攻めの起点としてじっと力をため、中盤では裁きの主役になる、
このさばきっていうのは、あえて桂馬を犠牲にして駒を効率よくさばき、敵陣をかき乱す高等戦術ですね。そして終盤、持ち駒から放たれる桂馬は、勝負を決める一撃を放つ魔術師へと変貌するんです。例えば、終盤の魔術師と呼ばれた森木一九段。狩りのような名騎士たちは、そのキャリアを通じて証明してきました。使い手次第で、桂馬の予測不可能な動きは、人間の直感や常識を打ち破るための最強の武器になるんだ、と。実は、桂馬の影響力っていうのは、将棋盤の中だけにとどまらないんです。ある種の強力なメタファーとして、僕たちの言葉や文化の中にまで深く根付いているんですよ。例えば、桂馬の高上がりという言葉。これは、自分の実力以上に出世しすぎたり、無鉄砲な行動をとって孤立してしまう人のことを指す曖昧めの言葉です。前に出過ぎた桂馬があっけなく取られてしまう姿に重ね合わせているわけですね。この駒の持つ危うさが人生の教訓にまでなっている。面白いですよね。さて、何百年もの間、桂馬の本当の価値っていうのは人間たちの間で議論され続けてきました。では、感情を一切持たず、冷徹なロジックだけで判断する現代の AI の目には、この桂馬はどう映ってるんでしょうか？ AI が出した答えは、実に明確でした。見てください、このグラフ。桂馬の価値は、終盤になればなるほど、文字通りうなぎ登りに上昇する。なぜなら、終盤の詰むや詰まざるやの局面で、桂馬にしかできない、あの独特な大手のパターンが、他のどの駒にも代え難い、とんでもない価値を持つからなんです。そして、この数字が決定的なんです。AI は、桂馬が他の駒に比べて圧倒的にバリアンスが高い。つまり、予測不能でカオスな結果を最も生み出しやすい駒だと結論付けました。人間が何世紀も肌で感じてきたこと、桂馬は究極の番狂わせの王であるということを AI が数学的に証明した瞬間でした。ということはですよ、僕たちが桂馬を見るとき、それはもうただのゲームの駒じゃないんです。戦局を一変させる戦術的なジョーカーであり、交代はしないというある種の日本の精神を体現した存在であり、そして文化的な象徴でもある。これらすべてがあの小さな駒に詰まっているわけです。まとめると、桂馬は単なる木片なんかじゃない。盤上のルールを歪めるワームホールであり、プレイヤーの創造性と勇気を試すリトマス試験紙のような存在。そして何より、勝利のためにはリスクを恐れるなと私たちに問いかけ続ける、そんな哲学的な駒なんです。後ろに引けない桂馬は、盤上で最も大きな制約を抱えた駒です。でも皮肉なことに、まさにその制約があるからこそ、他のどの駒も持ち得ない爆発的な力を手に入れた。制約は果たして弱さなのか、それとも究極の強さなのか。桂馬は私たちにそんな深い問いを投げかけて、この盤上に存在し続けているんですね。